皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストへようこそ。あゆみです。今日もケンさんと一緒にお届けします。聞いてくれてありがとうございます。ケンです。よろしくお願いします。ケンさん、私最近カフェに行ったんですけど、メニューに抹茶ラテとグリーンティーがあったんです。両方ありましたか。はい。それで、あれ、抹茶とお茶って何が違うんだろうって思ったんです。なるほど。実はこれはよくある疑問なんですよ。そうなんですか？日本人でも分かっていない人がいるんですか？はい。意外とちゃんと説明できる人は少ないかもしれません。じゃあ今日のテーマはお茶と抹茶の違いですね。はい。わかりやすく説明しますね。お願いします。まず大事なポイントがあります。お茶はとても広い意味の言葉なんです。広い意味？はい。日本語でお茶というと、緑茶、ほうじ茶、玄米茶、ウーロン茶、紅茶、全部お茶です。え、紅茶もお茶なんですか？はい。茶という漢字が入っていますよね。お茶の葉から作られる飲み物は全部お茶と言えます。じゃあお茶は大きなカテゴリーってことですね。その通りです。そして抹茶はそのカテゴリーの中の一つです。抹茶はお茶の一種ってことですか？はい。果物で言うと、お茶は果物、抹茶はリンゴみたいな関係です。すごくわかりやすい。リンゴは果物だけど、果物はリンゴだけじゃないってことですね。そうです。でも日本でお茶というと、普通は緑茶のことを指すことが多いんです。確かに、お茶飲むって聞かれたら緑茶を想像しますね。そうですよね。だから今日は特に緑茶と抹茶の違いを中心に話しましょう。はい。まず何が違うんですか？一番大きな違いは作り方です。作り方、同じお茶の葉を使っているんじゃないんですか？実は同じ茶の木から作られるんです。でも育て方と加工の方法が全然違います。へえ、同じ植物なのに違うものになるんですね。はい。まず普通の緑茶の場合、茶葉を摘むんで、蒸して、揉んで乾かします。揉むんですか？はい。揉むことでお湯を注いだ時に味が出やすくなるんです。なるほど。緑茶はお湯を注いで抽出して飲みます。お茶の成分をお湯に溶かし出すんですね。ティーバッグを入れて待つあの感じですよね。そうです。飲んだ後、茶葉は捨てますよね。はい。出がらしって言いますよね。一方、抹茶は全く違います。どう違うんですか？抹茶の場合、まず茶葉を育てるときに、収穫の約3週間前から日光を遮るんです。日光を遮る。わざと暗くするってことですか？はい。覆いをかけて日陰にします。これを覆い下栽培と言います。どうして暗くするんですか？日光を遮ると、茶葉の中に旨味成分が増えるんです。旨味。日本料理で大切なあの旨味ですか？はい、まさにそうです。テアニンという成分が増えて、甘みや旨味が強くなります。だから抹茶って普通のお茶より濃くて甘い味がするんですね。そうです。そして収穫した茶葉を蒸した後、揉まずにそのまま乾かします。緑茶とは違って揉まないんですね。はい。この揉まずに乾かしたものを天茶と言います。天茶、初めて聞きました。この天茶を石臼で細かくひいて粉にしたものが抹茶です。石臼で手間がかかりますね。はい。石臼でゆっくりひくのがポイントで、熱が出ないように時間をかけて粉にするんです。急いで引くとダメなんですか？熱が出ると香りや色が悪くなってしまうんです。だから抹茶って高いんですね。手間がすごくかかるから。その通りです。いい抹茶は1時間で約 40g しか作れないと言われています。1時間で 40g、少ないですね。だから本物の抹茶はやっぱり値段が高くなります。じゃあ飲み方も違いますよね。はい、大きく違います。緑茶は
急須にお湯を注いで抽出して飲みます。急須。日本の家庭にあるあのポットみたいなものですよね。そうです。でも抹茶は粉なので、お湯を入れて茶筅で混ぜて飲みます。茶筅？どんなものですか？バケでできた小さな泡立て器のようなものです。シャカシャカと混ぜて泡を立てます。シャカシャカ。なんか楽しそう。抹茶は粉をそのまま飲むので、茶葉の栄養を全部取れるんですよ。ああ、緑茶は成分を溶かし出すだけだと、抹茶は葉っぱ全部を飲むってことですね。そうです。だから栄養価は抹茶の方がずっと高いと言われています。健康にもいいんですね。はい。ビタミンや食物繊維など、お湯に溶けにくい成分も全部取れます。ケンさん、そういえば、茶道って抹茶を使いますよね。はい。茶道で使うのは抹茶です。緑茶ではありません。茶道、外国の人にも人気ですよね。とても人気があります。茶道はただお茶を飲むだけじゃなくて、日本の美意識が詰まった文化です。美意識ってどういうことですか？例えば、一期一会という考え方があります。一期一会、聞いたことがあります。この出会いは一生に一度だけという意味です。だから、その一杯のお茶を心を込めて準備するんです。素敵ですね。お茶を飲むだけなのに、そんな深い意味があるなんて。茶道では、お茶碗の選び方、お菓子の種類、花の飾り方、すべてにこだわりがあります。お菓子も出るんですか？はい、抹茶は少し苦味があるので、甘いお菓子と一緒にいただくんです。抹茶と和菓子のセット、最高ですよね。苦味と甘みのバランスが絶妙なんです。ところで、最近は海外でも抹茶がすごく人気ですよね。はい、世界中で抹茶ブームが起きていますね。抹茶ラテ、抹茶アイス、抹茶チョコレート、いろいろありますよね。でも実は、海外で抹茶と呼ばれているものの中には、本当の抹茶ではないものもあるんです。え、どういうことですか？安い抹茶パウダーの中には、普通の緑茶を粉にしただけのものもあります。見た目は同じ緑の粉なのに違うんですか？はい。本物の抹茶は、さっき話した大石下栽培で育てた天茶を石臼でひいたものです。じゃあ、ただ緑茶を粉にしたものは抹茶じゃないんですね。正確に言うと違います。でも海外では区別されていないことが多いです。本物の抹茶を見分ける方法はありますか？色がポイントです。本物の抹茶は鮮やかな緑色をしています。明るい緑ですよね。はい。偽物や質の低いものは黄色っぽかったりくすんだ色をしています。なるほど。味にも違いはありますか？はい。本物の抹茶は苦味の方に旨味と甘みがあります。質の低いものはただ苦いだけのことが多いです。ただ苦いだけだと美味しくないですよね。そうなんです。本当に美味しい抹茶を飲むと印象が変わりますよ。飲んでみたいです。どこで飲めますか？京都や宇治に行くと本格的な抹茶を出すお店がたくさんあります。宇治は抹茶で有名ですよね。はい。宇治抹茶は日本を代表するブランドです。ケンさん、日本人は毎日どんなお茶を飲んでいるんですか？普段はペットボトルのお茶を飲む人が多いですね。ペットボトル。確かにコンビニにたくさん売ってますよね。多いお茶とか伊右衛門とか有名なブランドがあります。外国の方は日本のコンビニのお茶に驚くらしいですね。はい。砂糖が入っていないのでびっくりする人が多いです。ああ、海外のグリーンティーって甘いことが多いんですよね。そうなんです。日本のお茶は基本的に砂糖なしです。それが自然な美味しさですよね。はい。食事の時にも食後にもいつでも飲めるのが日本のお茶の良さです。レストランに行くと無料でお茶が出てきますよね。そうですね。日本のレストランでは水かお茶が無料で出てきます。これも外国の方が驚くポイントです。お茶って日本人の生活に本当に深く関わっていますよね。はい。面白い表現もたくさんありますよ。え、どんな表現ですか？例えば、お茶する。これはカフェに行けという意味で使います。お茶しない
って友達を誘うときに使いますよね。はい。実際にお茶を飲まなくても、コーヒーでもジュースでもお茶すると言います。面白いですね。お茶を飲まなくてもお茶するなんて。他にも、お茶を濁すという表現があります。お茶を濁す。どういう意味ですか？適当にごまかすという意味です。はっきり答えないでその場をやり過ごすことです。へえ、日常会話で使えそうですね。彼は質問にちゃんと答えないでお茶を濁したみたいに使います。わかりやすい。お茶に関する表現って他にもありますか？茶番という言葉もあります。くだらない芝居やバカバカしいことを意味します。茶番。ニュースとかでも聞きますよね。はい。お茶に関する言葉がこんなにあるのは日本人にとってお茶がいかに身近かを示していますね。本当ですね。お茶は飲み物以上の存在なんですね。はい。では今日の話をまとめましょう。はい、お願いします。まず一つ目。お茶は広い意味でお茶全般を指します。日本でお茶といえば普通は緑茶のことです。そして抹茶はお茶の一種ですね。二つ目。緑茶はお湯で抽出して飲む。抹茶は茶葉を粉にして丸ごと飲む。作り方も飲み方も全然違います。抹茶は大石下栽培で育てて石臼で引くんでしたよね。三つ目。抹茶は茶道で使われる特別なお茶で一期一会の精神が込められています。日本の文化そのものですね。はい。では、今日のベストフレーズ3選を紹介しましょう。楽しみです。一つ目。一期一会。この出会いは一生に一度だけという意味です。茶道から生まれた言葉で日常会話でも使えます。旅先で出会った人に一期一会ですねって言えたら素敵ですね。二つ目。お茶する。カフェなどで休憩するという意味です。友達を誘うときにお茶しないと使います。気軽に使える便利なフレーズですね。三つ目。お茶を濁す。適当にごまかす。はっきり答えないという意味です。ちょっと上級者向けですけど、知っていると会話の幅が広がりますね。そうですね。ぜひ使ってみてください。さて、最後にリスナーの皆さんに質問です。皆さんは緑茶と抹茶、どっちが好きですか？抹茶を飲んだことがある人はどこで飲んだか教えてほしいですね。ぜひコメントで教えてください。皆さんのお茶の話楽しみにしています。それではまた次回の日本語ポッドキャストでお会いしましょう。聞いてくれてありがとうございました。それではまた。